こんにちは。暮らすように旅をするアメ旅です。辛いものが苦手な私が1ヶ月韓国に滞在して毎日韓国グルメを楽しみました。辛くない、そして美味しかった韓国料理とお店をご紹介します。まずはプサンからグルメ旅スタートです。まず一つ目はミルミョン。チャガルチ市場の近くにあるこちらのお店、日本に住んだことがあり、日本語がとても上手で優しいお店の方がいます。テーブルの上のキムチは食べ放題。ここのキムチは辛くない、とっても美味しいです。わさびですねって日本語で教えてくれましたね。プサンの名物料理ミルミョン。冷たい牛骨スープにもちもちの麺がよく合います。いやー、でも全然ない。あ、美味しい。美味しい。聞いて聞いて。真っ赤なスープにびっくりしますが、これ全然辛くありません。冷麺のような馴染みのある甘いスープです。これが漬物、あっさりしててすごく美味しい。一緒に頼んだカルビ餃子、こちらも美味しかったです。地元の人が多いお店で気に入って週1以上で通いました。もう一軒、ソミョンにある本家ミルミョンもおすすめ。やかんに入っているのはサービスのスープ。焼きそばについてくるスープ。焼きそばスープみたいな。もう慣れたものですね、切るのも。卵乗ってる。真ん中にしか切ってなかったらこう十字に4等分してねってジェスチャーで教えてもらいました。もちもちとした細い麺が特徴で、サイズは小だけどかなりのボリューム。でもとっても美味しいので完食できました。餃子も美味しかったです。続いてはプサンのソウルフードテジクッパ。ヘウンデの大通りにあるこちらのお店で初めて食べました。タブレットで注文なのでテジクッパ初心者に優しいお店。何でしょうなんだろう。これでいけた。すごい。メインが来る前にいろいろなおかずが運ばれてきます。韓国のビールテラで乾杯。美味しい。あ、美味しいかも。飲みやすいな。カスも好きやけどテラも美味しいね。うん。これはすごいですね。めっちゃめちゃ美味しそう。メインのテジクッパが来ました。このままだと本当にスープなんだ。どうですか？あ、めっちゃ。あっさりめの豚骨。このスープにご飯を入れていただきます。ご飯を入れたら好みの味に整えていきます。で網の塩辛入れます。網の塩辛で塩味を足して、あと辛いのとかも入れるんですね。だいぶ赤くなってますね。全然。ほんの少し角的を入れました。辛い味にしなくてもとても美味しいです。夫が食べているのは韓国では人気のスンデクッパ。ホルモン好きにおすすめです。何度か通ったテジクッパのお店はプサン駅から歩いてすぐのテゴンミョンガテジクッパ。こちらはテジクッパはもちろん、この後紹介するポッサムも美味しいお店です。私はいつものテジクッパを注文。角的の赤いとこちょっとだけ入れます。夫はポッサム定食を注文しました。ポッサムは蒸した豚肉に味噌やキムチなどを乗せて
葉野菜で巻いて一口でいただきます。ジューシーな豚の甘さと野菜や味噌との相性が最高です。いろいろなアレンジができるところも魅力的。有名な広場にやってきました。プサン発祥のスイーツシアホットク、大きな看板なのですぐ見つかります。カリッと揚げ焼きにした生地の中にたくさんのナッツの香ばしさとピーナッツバターのような甘さがなんとも美味しいです。ぜひ食べてみてください。次はうどん？いいえ、カルグクスです。一番美味しかったのはロッテプレミアムアウトレットのフードコートで食べたカルグクス。カルは包丁、グクスが麺を意味し、麺料理のことを指します。うどん。めっちゃ美味しいなこ何やその味がうどんが。れ。まず味もすごい優しい味で、日本のいいだしのし、うどんも結構ちょっと時間経って今、もちもちで。すごい美味しい。ちょっと待って、日本のうどんあれ初めてかも。この具材内系何よ。分からん。あ、ないおむすび的な感じ。おむすびやおむすび。多分この確かに確かに。食べるのかもしれない。いただきます。キムチ充実してるな。イカキムチよ。あ、辛さレベル1。確かに見た目はちょっと辛そうに見えるけど、私が食べれるぐらい。じゃあ全然いい。めちゃめちゃ美味しいです。水も無料でもらえたんですけど、髪が薄い。わかりますかね、この持ってぬ。夫は辛いのが好きなのでタコビビンバ。これは私は口から火が出ました。美味しかったそうです。かわいい、なんて声なの。観光の途中で見つけた焼肉屋さん。韓国といえばサムギョプサルが有名ですが、プサンではハヌのお店をよく見かけました。ハヌランチを注文。野菜もスープもついてきます。すでにいい匂いがします。正直焼肉って日本で食べるのと変わらないのではと思っていたけど、めっちゃ美味しかったです。葉野菜で巻いていただきます。柔らかいけど脂身が多いわけではなく、タレも美味しい。これで2人で3000円はお得すぎました。韓国のグルメ、最後は見た目がちょっとびっくりだけど美味しかったコムジャンオ。どうやらうなぎと呼ばれています。ちょっと動くのでびっくりしましたね。パチパチとはぜる音と香ばしい匂い。うなぎです。外はカリッとホルモンのような歯ごたえがあります。噛むほどにうまみが広がります。味はうなぎです。正直あの感じから想像できないくらいかなり美味しい。ごま油をつけるとさらに美味しかったです。チャガルチ市場でぜひ挑戦してみてください。プサンから KTX で約2時間、キョンジュにやってきました。伝統的な韓国の建物ハノクで楽しんだのはコマビビンバとユッケビビンバです。コマとは赤貝の仲間のハイ貝のこと。日本では食べられていないようです。めっちゃ美味しい。アサリのようなハマグリのような味わい。身がプリップリです。ほんのりごま油が美味しかったです。もう一つのキョンジュ名物ユッケビビンバ。シンプルな具材が新鮮なユッケを引き立てます。
こちらもめっちゃ美味しかったです。キョンジュ観光もこのお店も韓国でぜひ訪れたいところです。辛くない韓国料理まだまだ続きます。ソウルでハマったのはタッカンマリ。この建物を奥に進んでいくとひときわ賑やかなお店が。テーブルにはもう2人分の料理があります。優しいスープの代表タッカンマリです。鶏の旨味が染み出したスープ。日本の水炊きに似てるけど具材はシンプルです。箸を入れるとホロホロと鶏の身が取れます。優しい味でそのままでも美味しいけど特製の味噌などをつけても美味しい。締めのうどんも最高です。鍋好きの方は外せないグルメです。韓国に来たらサムギョプサルはやっぱり外せません。今日は私の日本語の生徒さんに選んでもらったお店で一緒に楽しみます。カリカリに焼かれた分厚い豚バラ肉を葉野菜で巻いて食べます。これはそれロース、ロース、この真ん中のやつがサムギョプサル、はい、肉とキムチときな粉、そしてこれですね、キムチとわさび、なんかすべて辛そう大丈夫です。キムチとわさび、これが意外と美味しい。ジューシーなお肉とさっぱりキムチ、この組み合わせ最高です。最後は余ったおかずでチャーハンを作ってくれました。たっぷりの韓国海苔、いい香り。見た目ほど辛くなく美味しかったです。サムギョプサル楽しみました。ありがとうございます。クァンジャンシジャンにはユッケのお店がたくさん。その中の一つにフラッと入ってみました。タコやセンマイも楽しめるお店です。日本ではもう食べられなくなった生レバ。実は私大好物だったんです。いただきます。めっちゃ美味しい。贅沢にぶつ切りされているのでなかなか歯ごたえがあります。これで800円ちょっとは信じられません。一口ごとに幸せになっていく感じがしました。ではユッケもいただきます。こちらもすごく新鮮。味付けはかなりシンプルでニンニクなどでごまかしている感じはしません。太く切られているので満足感があります。梨かな、アクセントになっていてとても美味しかったです。牛肉ラーメン、舌がしびれる辛さでした。お店の人も親切で優しかったので調べずに来たけどいいお店でした。ロッテワールドタワーにやってきました。最後の美味しかったものはベーグル。実はベーグルは自分で作るほど大好き。韓国に来てわざわざベーグル？はい、私も食べるまではそう思っていました。食べてみてびっくり。こちらのベーグル、味は濃すぎず甘すぎず、素材の味とベーグルの歯ごたえが抜群に美味しい。次の日に食べたベーグルももちもちしていて驚きました。いろいろな味のベーグルを食べてみたい、そう思ったお店でした。はい、15の辛くない美味しいものを紹介しました。韓国は美味しいものがありすぎて選ぶのは大変でした。辛いものが苦手でもきっと楽しめる韓国。私と食の好みが合いそうだなという方はいいねやチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。次回
ソウルでスターバックス巡り、北朝鮮が見えるスターバックスにも行ってきました。ここまで見てくださりありがとうございます。またね。